はい、宜野湾区公民館、来ておりますけどもね、はい、この方が来ております。はい、なやぬやみせでやさい。玉那覇、はい、助正。助正様、はい、よろしくお願いします。純選春月やび、よろしくお願いします。助正さんは、その戦争当時やび氏が、年いくつになっておいた。いや、俺ね、ちょうど満で12歳にやびたん。はい。6年生になるよというこの時に、3月の23日の終業式の日に、その日から空襲が始まって、6年生、小学校6年生6年に上がるよと、5年から上がるよという時に、5年生から6年生から上がりのでの終業式に終業式だという日に空襲なやね。本当だったら楽しみですけどね。本人からも学校も行ったことないですね。本格的に空襲が始まり、いよいよ米軍が沖縄に上陸してくると考えられていた中、助正さんのお父さんに召集令状が届きました。赤紙と呼ばれるその令状が届くと、命の保証はもうどこにもありません。助正さんはじゃあお父さんが軍に呼ばれた、その時どんな思いましたか？もうその時のはやっぱり悲しいとかそんなことはねなので、多分お母さんは大変だったと思うんだけど、お母さん色を見せないわけ。そうなんですか。もう日本国民だから、女性ももう本当になでしこと日本なでしこと言って、どこで死んでも、天皇陛下の下で戦死するのが、国民の当たり前ということで、私たちも学校でね、3年生からは青少年団ということで、青少年団という竹入り訓練したり、この兵隊員の奉仕したり。これはもう訓練でいて相手を指す訓練とかですか？そう自分の身を守るために。いや、相手を指すために、実際、助正さんのお父さんというのは軍でどういう任務されてたんですかね？いや、防衛隊だけどね、補充兵、初めは現役というのがあって、21にはみんな兵隊の検査を受けて、兵隊に行くんですよ。強制的にみんな徴兵検査されて、もう海軍とか陸軍とかね、歩兵とか、この全部その時で沸かされていくんですね。一部さん見るもんやねえな。それ言えない、こっちが決めるわけ。もう本当に言われるがままですね。父親たちはね、明日から上陸するよという時に許されて民間に来たわけ、ガマに。お父さん防衛隊みんなね、タイからもうこれ以上帰られないから、あそこに会ってこいということで、もうあと2、3日では上陸するよという時に、家族に会いに来て、そして私たちは夕方、私の一番末っ子は3歳だったから、可愛い女性でね、お父さん何回も抱いてからね、お前はもう5年生もやげて6年生もなるから、みんなのことを頼むよということで。いや、もうそれでね、今僕が小学校5年生だったらね、はい分かりましたって言える自信ないですね。なんかそのぐらいの、お前もう5年生になってるからみんなのことをお願いだよって言うんですね。だけど頼まれてね、はいはいと言ってね、手を振って見送りしたんですよ。お父さんと、お会いしたのはもうお父さんとはずっと会わないかった。もうお父さんは戦死してね、だからアゲラに連れて行かれてからはよく島尻から捕虜が防衛隊が来るわけですよ。トラックで収容所があってね、金網を張られて、そこに一応みんな収容されてからまた他に連れて行くようなことでしたから。
だから兵隊の防衛隊の捕虜が来ているよという時に私はもうアゲラの今のアゲラ小学校分かりますかね、あの辺に私たちはいたんだけど、きれいな道から遠いから田んぼのあぜ道、あっちは田んぼが分かるあぜ道をくんちりしてね、小原まで行って、もう自分の親父を来てないかなと言って、もうみんな見るんですね、人たちをみんな見て、探しにお父さん探して、だからあの人たちも我々が行くと見るんですよ。わたはあらんがやね。そうそう、しちょるんだよと言ってね。だからみんな何回見るっていうの。探しに行ったんですか。もうあっちがこれが来たよという時にはもうすぐ誰かが知らせてくるからね。やっぱりそうなんですね。助正さんがこの収容所にというかお父さん探したりとかね、そういうことも捕虜になったところに行ってお父さん探したりとかしてたじゃないですか、お互い。で実際はお父さんは最終的には帰ってこなかったということで、お父さん自体を戦死したっていうことになるんですよね。どこで知らせされました？実際には死亡候補というのが来ていたんですけどね。報告が来るんですね。来ていたんです。その前はみんながハワイに行っているとかね、来ているとかいろんなデマがあって、もうたくさん防衛隊ハワイに連れて行かれましたからね、向こうにも行っているよとかいうことも聞いたんですけど、もう一時の望みはあったんですけど、ハワイでも行っているかなと。だからハワイからもみんな帰ってきて、もうみんなあっちにいらっしゃる方みんな帰ってきたもんで、もういないんだなということで、また一緒だったという人がどこでもう一緒だったけど、あの辺もう真壁方面でみんな切り込み最後は行ってから戦死したよというもんだから。そうなんですね。遺骨もないしね、あそこで石を探してきて、今他にも石しかないこの十四画面にね、石を入れてそこにレンガに大東戦争で防衛隊で戦死してもう遺骨もないよというのを書いて中に入れてありますね、墓の中に。一応子供たちがなんでもう世の中が進んでしまう、私たちも大丈夫だけど、もうずっとこれが進んでいったらなんで遺骨はないかなと思う絶対はいかんから、レンガにちゃんと書いてね、そうやって日記にも書いてちゃんと置いてありますね。戦争のために遺骨はないよというところで戦死したよということで。いろんな人なんかにハワイにいるはずよっていう、その望みがあってっていう、実際はっていう感じだったんですね。でも一番最後に会った時にはみんなを守れよって、言った時っていうことですね。もうあれが最後、あと 2,3 日で上陸するよという日に、面会に来ていたんですよ。その時から会ってないですね。戦後何十年経ってもお父さんのことを忘れることはないと語っていた玉那覇さん。子供たちへメッセージを残してくれました。この話は本当に作り話ではなくて、我々が本当に私が5年生で、その時に本当に自分が体験したもので、本当に戦争というのは大変なことと、今の子供たちにそんなあれは昔話のように聞こえるかもしれないけど、これはもう現実に大東戦争というのがあって、その後に沖縄に戦争が来て、沖縄でもう本当に大きな戦争戦があってからにみんなたくさんの子供たちが亡くなり、お父さんお母さん本当に亡くなって、このお母さんたちはお産しながらも頑張りをお産できないから自分の家に帰ってお産するよという時に、自分のお産している最中にこの家を焼かれて
そのまま亡くなった家庭もたくさんあります。私が知っている中でそういうことで実際にあったものをお話ししていますので、この我々、みんなおじいさんやおばあさんたちの戦争の話は本当に真剣に聞いてからにこの話をいつまでもこの話がなくならないように皆さんにもお願いしたいと思います。はい、僕もいろんな話聞いて、これからもずっと今聞いた話もですね、とっても貴重な話なのでずっと覚えておこうかなと思ってます。はい、助松さん今日はありがとうございました。はい、はい、ニフェーテルビル。ありがとうございます。